んにちは、八代あかねです。ミンネのハンドメイドマーケットに行ってまいりました。初めてね、行ったイベントだったんですけれども、普段ミンネっていうネットショップに出店されている作家さんたちが一斉に集まるっていう感じのイベントで、3日間やられていたんですけど、私は最終日の1日だけ参加いたしました。とにかく会場が広かったのと、もうほんと目が泳いじゃうぐらいね、ブース数があったので、そんなにたくさんのブースさんの映像は撮れていないんですけれども、少しでも会場の雰囲気を感じていただくために撮影してきたので、まずはそちらをご覧ください。
はい、というわけでね、ビッグサイトでねやられているので、とても大きいイベントで、今まで私が行った、こういう文具とか雑貨系が売られてるイベントの中では一番大きい規模だったかなと思います。文具だけに特化してるわけじゃなくて、本当にハンドメイドマーケットっていう形でアクセサリーから服飾、そして食べ物もねありましたし、こういう雑貨系のものもたくさんっていう感じで、とにかくジャンル的にはね幅が広かったので、すごい新鮮なイベントでしたね。こちらミンネハンドメイドマーケットということで行くとね、こちらのパンフレットがもらえたんですけれども、動画でね見ていただいた通り、とにかく広い会場でたくさんの出店者さんがいるっていう感じでございました。結構ねワークショップが盛んみたいで、会場の3分の1はワークショップブースだったんじゃないかなっていうぐらい、すごいいろんなワークショップやってましたね。しかも随時参加できる感じだったので、時間があればね参加したいなと思ってたんですけれども、とにかく広すぎてね全然ワークショップまでたどり着けませんでした。ステージとかもあって、ミニライブがやられたりとかトークショーがやられたりとかっていう感じで、キッチンカーがいっぱい並んでるご飯食べるところの近くがステージになってましたね。やっぱりこういう3日間やるイベントって1日目2日目3日目で出店者さんがねちょっと変わったりするのでね、本当はもう全部見たかったんですけれども、今回行けるのがね1日だけだったので、でも最終日だからなのかあんまり人がいなくてですね、すごいゆったりと商品は見れましたね。でもう入ってすぐに、これは会社さんのブースなんですけど、暮らしと車っていうオートバックさんの会社って言ってたかな。で、ヒノキのね木片がいっぱい詰まった袋をねプレゼントしてくれました。お風呂に入れたりとか芳香剤代わりにしたりとかっていう形で使えますよって言っていただいて、なのでこれはノベルティ的なやつですね。確かに鼻近づけるとすごいいいヒノキの香りがします。お風呂が良さそうですね。あとですね、インスタフォローすると無料でこのガーランドを作るワークショップができるよということで、今回参加した唯一のワークショップですね。自分で好きな布を8枚選んで紐にね自分でくっつけてガーランドにするっていうワークショップでございました。あんまりセンスがなくて申し訳ないんですけれども、両面テープで貼るだけのガーランドなのでね、すごい簡単にできるなって思いました。このやり方だったらね家でもポンポン作れる、ミシンもいらないし子供と一緒に作れるなと思ったのでね、今後うちでパーティーとかの時に作るのの参考にしようと思いましたで、その次がこちらはもう入ってすぐのところにあるブースで、コトリップっていう旅行とかの情報を発信してるアプリをやってる会社さんなんですけど、そのブースがあって、これは普通にまたアプリをダウンロードするともらえるっていう A4 のクリアファイルですね。でもデザイン可愛いですよね。ちょっと正当者さんっぽい感じで、こちらのトートバッグがガチャガチャで当たった景品です。300円でね1回ガチャガチャが引けて、マスキングテープだったりとかいろんなノートだったりとかいろんな景品が当たるっていうガチャだったんですけど、私はこちらのトートバッグが当たりました。入ってすぐなのでね、一番最初にお金払ったのがこのガチャガチャでした。私ガチャってやっちゃいません？ちょっとガチャっていうだけで一瞬ときめいてしまう人間でございます。でもねこれすごい柄も可愛いし、しっかり大きいサイズなので、私はね最近はちゃんとエコバッグ持って行ってるんで大丈夫だったんですけど、こういうねイベントって結構裸で商品渡されるので、これが一番最初に当たってると安心だよねと思いました。続きましてがこちらはね桜庭カフェっていう作家さんですね。桜庭さんだと思うんですけど、こんな感じでケーキとかのモチーフ、ケーキとかパンとかのモチーフをメインで描かれてる喫茶店みたいなねマスキングテープとかチャームとか作られてる方でございます。
この方のねマスキングテープを以前ロフトで見たことがあって、可愛いって思って買おうかなと思ったんですけど、マスキングテープの見本ではいっぱいあったんですけど、残ってる種類が2種類ぐらいしかなくて、また別の機会で出会えたら買いたいなって思ってた作家さんなんですよ。で、今回出会えまして、こちらのね、純喫茶アリス・イン・ワンダーランドのマスキングテープを購入してきました。ちょっとね、イベントがぎゅうぎゅうに詰まっておりまして、動画の編集がね、やばい状態になっているので、今回もお外からだけですみません。でもめちゃくちゃ可愛いですよね。こちらが 25mm 幅の5メートルですね。こういうイベントね、本当全部値札がね、貼ってあっても取られちゃったりとか、レシート一切ないので、お値段が本当にうろ覚えなんですけど、600円とかそんぐらいだった気がします。すいません、覚えてなくて。で、フレークシールも500円とかそんな感じだったと思います。こちらね、ハロウィーンですね。めちゃくちゃ可愛いなと思って購入しました。これ15デザイン30ピースということで、一柄につき2枚ずつ入ってますね。すごい可愛いですよね。ハロウィンモチーフです。結構ね、マスキングテープの種類が豊富な作家さんですね。続きましてがこちら、じゃーん。こちらの作家さん名刺がこの目玉焼きみたいな名刺なんですけれども、メゾンドオフスって読むのかな、なんて読むんだろうこれ。フランス語でしょうね。ちょっとね、ごめんなさい、なんて読むのかがわからないんですけれども、気になる方はぜひね、この QR コード読み込んでください。この方ね、この鳥さんのモチーフの雑貨系を売られてまして、ちょっと一目惚れしちゃいました。で、これカード、大カットカードなんですけど、すごい面白いんですよ。最初ね、可愛いなって思って見てただけなんですけど、実演してくださって、もうこれは買うって思いましたね。これね、鳥さんがいるんですけど、普通はこういうカードって、これで裏にメッセージ書いて終わりじゃないですか。これね、じゃーん、ちゃんと抜けるんですよ。で、こう中に入るようになってるの、すごいですよね。ポケットみたいになってるの。で、さらにこの子は帽子も外れるんです。すごいですよね。いや、このね、遊び心がね、すごい素敵だなと思ってね、一目惚れしました。しかもね、この予備で3匹いますって言われました。なので、あと2匹はね、裸の鳥ちゃんでございます。めっちゃ可愛いですよね。これはね、確か1個600円ぐらいだった気がします。でもね、こういうイベントの時ってイベント価格だったりもするので、ミンネでね、同じ商品あるかもしれないんですけど、もしかしたら若干お値段変わってきたりするかもしれないので、あくまでも参考程度でお願いします。これはね、ギフトボックスですよ。いきますよ。じゃじゃーん。中にいるんです。実はじゃんこんな感じ。これね、抜けはするんですけど、こんな感じでね、このセットの鳥ちゃんだけは一番上にリボンがついてるんですよね。他の子はね、全部トサカなんですけど、めっちゃ可愛いでしょ。このリボンの鳥ちゃんが可愛すぎて、これはもうプレゼントボックスのやつも買わなきゃと思ってね、購入しました。とてもね、可愛い面白い仕掛けのカードだなと思いました。予備もいいですよねありがたい。そして続きましてはこちら、アトリエアビさんですね。この作家さんもね、今回初めて出会えた作家さんなんですけれども、じゃじゃーん。こんな感じでとても可愛い2つのね、ミニレターセット購入しました。もうこのね、パンと猫のやつが可愛すぎて一目惚れして、で2セットで1000円っていう、1個買うよりも2個買った方が若干安くなるよっていうね、感じだったので、このね、秋っぽいうさちゃんのやつも可愛いなと思ってこの2セットにしました。これはね、レターセットなので、後ろにね、トレーシングペーパーでできた封筒が3枚ついてる感じですね。裏も可愛いですよね。とっても可愛いイラストを描かれる方です。ミンネとクリーマもやられてるみたいですね。そして続きましてはこちら、畳屋さんです。
松屋畳店。これはね全然チェックリストにはね入れてなかったんですけど、文具じゃないしと思って、でも見たらねすごくいい匂いがしたので購入してしまいました。じゃーん。こちら畳のねコースターでございます。5枚選んで400円だったんですよ。でこれこういうね模様が焼き印かなついてるんですけど、いっぱいねこう縦に並んで箱に入ってて、でランダムで焼き印が押されてるんですよ。なので好きな柄を選んで購入っていう感じなんですけど、いや可愛くないですか？ザ・畳で焼き印がねついてるっていう感じなんですけれども、これでね急須で入れたお茶を注いだ陶器のコップを置きたいなと思ってねいやとても可愛いと思います。すごく肌触りもいいし、もうね匂いが超畳なんですよ。いぐさの匂い、いぐさの匂いこんなに癒されるんだって思いましたねなのでこれは5枚購入してみました。ちょっと変わり種。そして続きましてはこちら、とってもね可愛い作家さんを見つけてしまったんですよ。もちろんね今までご紹介してる作家さんもすごい可愛いから購入したんですけど、もうね本当に一目惚れして、この柔らかい感じがすごい素敵だなと思ってね購入させていただいたんですけど、これおまけでつけてくれてますね。とても可愛いネズミさんがいる便箋をおまけでつけてくれました。で購入したのはまずこちら。これはね英語サイズのイラストですねスペシャルセットメニューということでねメニューが書かれてますね。コースメニュー的な感じの書き方になってますね。アッパタイザーがあって、スープがあって、メインディッシュあって、デザートということで、このねイラストのタッチがすごく可愛くてね超一目惚れしました。素敵なのがいっぱいありすぎて、もうどれにしようかすごい悩みましたね。絵本も書かれてるみたいですごい素敵な絵本でしたね。こちらはデザインペーパーですね。2種類本当は4種類ぐらいあるらしいんですけど、残ってるのが2種類ということで、このネズミさんのプレゼントのデザインペーパーとそそくさネズミっていうらしいです。あとこちらうさぎさんとお野菜ですね、デザインペーパーです。英語サイズのデザインペーパーなのでねちっちゃめではあるんですけど、めちゃくちゃ可愛い。12枚ずつ入ってるっぽいのでね、いや全種類欲しかったけど、最終日だったのと前日が文具マーケットだったのもあって、さすがに体がね筋肉痛で痛くてですねちょっとゆっくりめに行ったんですよ。それもあってね2個しか残ってなかったです。であとマスキングテープ購入しました。こちらの2つ、ぐーたらにゃんこの泣き言全集、めちゃくちゃ可愛くないですか？あとのぞきま猫の贈り物ですね。めっちゃ可愛い。ぐーたらにゃんこがねなんか喋ってますね。これね猫ちゃんね I can't see it 見えないよとかね、ここにいるよとかね、ちょっとかまってちゃんっぽい言葉が書かれてますね。確かにちょっとぐうたらしてる感じの猫ちゃんですね。いや可愛い。そしてこちらはプレゼントがいっぱい、たまに猫ちゃんが覗いてる感じですね。ここにもいる。可愛いですね。こちらはねお値段忘れましたねでも作家さんのマスキングテープってだいたい500円以上、500円から700円ぐらいですね。500円だったら安いなって思う感じですね、作家さんのマスキングテープはね。で続きましてがこちら、今回ね初めてこういう絵を買いましためちゃくちゃ可愛くないですか？ツイッターでもこれと全く同じ絵を購入してる方がいたので、やっぱ人気あるんだなと思いました。こういうね猫とか動物のイラストを描かれてる作家さんっぽくて、あとなんかねあれは材料はちょっと何なのかわからないんですけど、ブローチとかを売られてる作家さんでした。でそれぞれの絵に一つずつちゃんとストーリーがあるよって教えてくださって、この子はご飯もいつもと同じ量しか与えてないのにどんどん太っていくからなんでだろうって飼い主さんが思ってて、ある日飼い主さんがね、出かけた時にこの猫ちゃんはおもむろにすくっと立ち上がってこのテーブルの上にあるこのご飯にね手をかけようとしてたところに飼い主さんが戻ってきちゃって、あやべっていう状況らしいです
作家さんがすごい説明してくださいました。でこれはこの額縁込みで1500円だったかな。あ、ここにストーリーまでちゃんとつけてくれてました。犯行現場ってことですね。ピッピーっていうお名前でやられてる作家さんですね。鈴木たけしさんですね。クリーマとミンネやられてるのでね、気になる方ぜひ覗いてみてください。この猫ちゃんは結構お茶目な感じが出てるんですけど、他のねイラストはねもうちょっとねミステリアスな感じでしたね。なんかこう訴えかけてくる感じのイラストを描かれる方だなと思いましたね。これ飾りたいと思います。せっかくね額縁付きできてるのでね、とても可愛い。さあそして続きましてがこちらはですね、ツイッターとかでもしかしたら文具好きな方とかだったらおすすめとかで流れてきたことあるかもしれないんですけど、めちゃくちゃちっちゃいスタンプなんです。これすごいよね。これねちゃんともうスタンプの箱として出来上がってる商品も置いてはあったんですけど、これがね確かね2800いくらみたいな感じ、3000円はしないみたいな感じだったと思うんですよ。で出来上がってる方はね、手間賃がかかっているので倍の値段しますっていうことで、ちょっとね予算的に難しかったので、今回なんとそれを自分で作れるキットの方を購入しました。この多分世界一小さいハンコって言ってもいいんじゃないかな。もうねこの魚とかめちゃくちゃちっちゃいんですよ。わかります？だって私の手のひらのサイズこれなんですよ。こういうことです。だからスタンプのこのね盤面もこれなんですよ。でもね押した見本がちゃんとあってしっかりハンコなんです。でとても可愛いんです、絵柄が。なのでねこれは前々からそのツイッターで見た時からね気になっていたので、もうここで買うしかないかなと思ってね購入しました。これはね動画で作れたらいいなと思ってます。ただね人によってはね丸1日かかる人もいるらしいので、私ちょっと不器用だから動画は撮ってみて世に出せるものになるかどうか自分との要相談で決めたいと思います。ただね本当にすんごいちっちゃくて、で絵柄はとても綺麗なハンコなんです。1点のお値段で一番高かったのはこれかもしれない、今回購入した中でね。さあそれではねもう最後になりました。こちらになります。以前ね何のイベントだったか忘れたんですけど、何かのイベントに行った時に見た気がするんですよ。でもその時はそんなにねじっくり見れなかったので購入してなかったんですけど、こちら空想街雑貨店さんですね。カタログナンバー12って書いてあります。すごいね素敵な世界観で、常設店が吉祥寺にあるっぽいですね。ちょっと行ける場所ではあるので行ってみたいな。本当に素晴らしく素敵な世界観のイラストを描かれる方で、このねガイドブックすごい欲しかったんですけどね、ちょっと予算の関係で今回は見送りました。さすがにねイベントがめちゃくちゃ立て込んでて、また次紙箔控えてるのでね、ちょっと今回ね我慢するもの多かったですね。本当はもう買い占めたいですよね。こんな感じでこう、空想のね世界ですよね。建物とか乗り物とかが題材になっている文具や雑貨を出されている方なんですけど、とても可愛いの。赤レンガ倉庫店もあるっぽいですね。赤レンガでしか手に入らない限定絵柄もあるって書いてあります。地方にね住んでる方はミンネとクリーマもやられているのでぜひぜひ見てみてください。でここで購入したのがまずねガチャガチャ、すごいお手製の段ボールでできたガチャガチャをお店の多分作家さんだと思うんですけど抱えてて、ガチャガチャですってやってて、1回400円だったかな。でドリンクがモチーフになってるキーホルダーで中がムニュムニュしてるっていうね、そういうガチャガチャでございました。だいぶね3日間のイベントなんでね年季が入ってるガチャガチャになってて丁寧に扱わないと脆そうだったんで優しく回したんですけど、今回当たったのはねこの A ですね。実物がこんな感じでございます。いいですよね。ちゃんとこの空想街雑貨店さんのねモチーフが描かれてて、カシスオレンジのね液体が中に入っていて、後ろすごいラメ入ってるんですよ。なので振ったりするとすごいこうラメがね上まで
くる感じで可愛いですよね。夕暮れ時って感じで、後ろにちゃんと空想街雑貨店って書いてあって、すごいクオリティ高いなと思いました。めっちゃ可愛い。正直コンプしたかったんですけどね、結構ね最初の方に行ったお店なのでね、我慢に我慢をして抑えめで1回にしました。あとマステですね。こちら冒険できるマスキングテープということで、なるほど、この空想街の多分世界がつながってるのかな。これちょっとごめんなさいね、今一巻き分しか見れないんで違いがねあんまりわかんないかもしんないんですけど、多分この3つの世界観みたいな感じで引き伸ばせば伸ばすほど世界が変わっていくんじゃないかなね。すごい素敵なんです。これもねちょっとお値段忘れましたね。今回見てるこの作家さんたちは全員少なくともミンネはやられてるはずなので、お値段ね気になった方はミンネ見ていただけると多分載ってると思います。で最後がこちら、空想街雑貨店の旅する塗り絵ポストカードブックということでね、図鑑を買いたかったんですけど、ちょっとね予算的に泣く泣く諦めたので、こちらねすっごい良心的なお値段なんです。1199円ということでね、大人の塗り絵シリーズってこと、こんだけねイラストが収録されてるんですよね。すごいですよね。ちょっと全部はねお見せできないんですけど、こういう感じでこの半分はもう完成されたポストカードで、こっちは自分で塗り絵ができるっていう。でここね真ん中でちぎれるようになってるので、2枚のポストカードとしてそれぞれ使えるっていう、それがこんだけバーッとあるっていう感じですね。それでこの値段なんですよ。すごくないですか？感動しちゃって、これは絶対買うと思ってね購入しました。すごくおすすめ。ポストカード集めにハマっちゃってるんですよね。なのでこの本はすごくドンピシャでございました。ありがたい本でございます。はい、というわけで今までね結構頑張っていろんなイベントを顔出してるつもりなんですけれども、それなりにねいろんな作家さん知れたかなとか思ってたんですが、もうそんな調子こいてる自分を叱りたいレベルで、もうまだまだ知らない作家さん、知らない素敵な作家さんがねいっぱいいるんだなと思い知らされました。またね次は紙博が控えておりますので、そこでも新たな作家さんに出会えることを期待して動画編集頑張りたいと思います。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。